はい、おはようございます。今日カメラ紹介していきますね。新しくカメラ手に入れまして、これですね。コンパクトカメラです。コダックのシリーズ名が、FZ45、FZ45 というコンパクトカメラを買いました。これ結構面白くて、なんか久しぶりにコンパクトカメラを、買ったんですけどね。まずね、何からいこうかね。スペックはちょっと詳しいのはサイトから見てもらうとして、まずこの質感ですよね。ちょっとデザイン、そして機能面って感じで、今日紹介していきたいと思います。ちょっと緩く話していきたいと思います。またね。はい。だいぶね、この質感がもうすごく分かりますかね。プラスチックなんですよ。でしかもなんかこう微妙にテカテカしてる、なんかこう懐かしい感じがしますね。はい、すごく懐かしい感じで、27mm ワイド側がで 108mm っていうズームなんですけど、でかつこのフラッシュがついてます。なんかもう完璧ですね。完璧なコンパクトカメラで、サイズがこれね、何センチだろうな。比較として、AirPods がもう AirPods に近いって感じ。スマホよりも全然小さいし、むしろ AirPods に近いサイズ感です。はい。でね、重さがね 114g、電池抜きかな。だから電池含めると、ちょっと測ってみようかな。150ぐらいになるのかもしれないけど、ちょっと測ってみましょうか。さて、これ僕も初めて測りましたね。電池入りで 163g。だいたいレンズ、エルマリートの 28mm のレンズよりちょっと軽い感じか。163g です。軽いですね。軽い。本当に軽い。軽くてコンパクト。で、正面はこんな感じ。でね、こうちょっとコダックって書いてる文字が入ってたり、なんかこう SDXC フル HD とかって入ってて、なんかこう微妙に絶妙にダサい感じもね、かなり僕好みですね、これは。でね、じゃあ裏面いきましょうか。で、裏面は、割とねシンプルに作られてます。なんか写真やってる人なら誰でも分かりそうな感じの、マクロがあったり、フラッシュでセルフタイマーでディスプレイの表示切り替え、でモード、で再生ボタンと、これがズームの、テレとワイド側、そういう感じ。シンプルだよね。でね、USB の一応ねケーブルがここにこうあります。でこれUSB-C ではなくて、なんだろうな、よく、充電器とかモバイルバッテリーみたいなのについてるようなタイプの、どうやって使うかは分かんないです。はい。でこれね、デザインが結構考えられてるなって思うのが、これ分かりますかね。液晶がちょっとへこんでるんですよ。でへこんでて、このフレームの厚みがあって、なのでこのままこう置いた時に、ここがフラットにこう面にピタッとこう置けるんですよね、テーブルに。このデザインはすごいなと思いましたね。なんか細かいとこなんですけど、で置いても、だからその液晶はここにつかないっていう感じかな。接地面に設置しないっていう感じになってます。
でそれからちょっとこう横から見ると分かるんですけど、ちょうどねこのレンズの厚みとここの厚みがだいたい同じような高さになってて、でねこう置いた時にこっち向きでもこう安定するんですよね。ぐらつかないというか、安定して置けるような感じになってると。で、上部です。上部はこれもシンプルでシャッターボタンで電源で、これ動画ボタンです。でここを押すともう録画が始まるっていうすごくシンプルで簡単に録画できるようになってますね。これは UCC を飲んでます。ネスカフェではなくてね。はい。であとね特徴的なポイントがこれ実はこう炭酸電池なんですよ。でこれね私ビッグカメラでいつも買うので、ビッグカメラのオリジナルの電池をねついでに買ったんですけど、これ今時炭酸電池っていうのがすごくなんか良くて気に入りましたね。これは充電する手間がないっていうのもそうですし、充電器を持ち歩かなくていいっていう感じで、今コンビニ、日本全国どこでもあるので、海外でもどこでもあるので、現地でバッテリーが切れたらこれ調達できるっていう、どこでもね。でエネループとかああいう充電タイプのものを使ってもいいと思ってたんですけど、僕はなんか普通のアルカリ電池をちょっと使っていこうかなって思ってます。充電する手間とね、バッテリーのねあれ考えると、でなんか使い捨てっていう感じがするんですけど、なんていうかちょうど使い捨てと普通のカメラの充電式のカメラのちょうど中間にあるようなで、デジタルなんでね、なんか映るんですみたいな感じなんだけど電池を入れるみたいな、なんかちょっと不思議な感覚がこのせいで得られる気がします。でここに、一応メディア入れれるようになってます。シンプルですね。でね結構ね電池持つんですよ。ずっと一日中撮ってて、この間旅に行って2日間3日間ぐらいで、旅で1回しか取り替えなかったので、しかもその一番最初に入れていた電池はもう買ってからずっと入れて1週間ぐらいかな、少しずつ使い始めて使ってた電池なので、かなり電池の持ちはいいですね。そんな感じです。はい。でちょっとね一回実際起動してみましょう。伸びてくるタイプでね、遅いでしょ起動すごく遅いんですよ。はい、もう一回いきますね。しかもなんかプラスチックだからなんつうんだろう、普通のデジタルカメラでねポチっていうのに慣れてると、これを押すのって結構大変で、こんな感じでつくまでにこれがフラッシュの充電ボタンなんですけど、これが消えるまで取れないって感じになってます。で見てわかるようにもう一目瞭然な感じで、簡単にわかる感じで、このモードで一応切り替えられて、でいろんなモードがあるんですけど、もうほんとポイント&シュートカメラですよね。オートにしといて、でオートモードであとはもうフラッシュのありなしを選択して撮っていくって感じです。なんかねすごいスローなんですよ。今までGR とか富士の X100F とか、いわゆる
コンパクト機なんですけど、もうちょっとプロ向けというか高級コンパクト機みたいなものを使ってきたんですけど、もうそういうのから比べるとむちゃくちゃスローでもそれが逆に新鮮というか、ちっちゃいのになんかこう中盤カメラとかを使ってるような感覚になるスローさなんですよね。でそれがちょっとこう、GR とかってもう本当に一瞬でパッて出してパッて撮れるんですけど、パッと出してパッて撮れないんですよね。ゆっくり構えてなんかちょっとこう構図作ってみたいなで押すみたいな感じなんで、こうフォーカスも遅いですよね。フォーカスしてるかどうかさえも分かんない。この解像感、このディスプレイもすごい緩いんで、ちょっとトイカメラみたいな感じはあります。でこれがね、ズーム、これすごい、なんかこうレトロだなっていうか、懐かしいなって感じがしますね。ちょっと今ちょっと携帯この録画越しだとちょっと難しい。こんな感じで来てるかどうか分かんないですよね。なんかピントが来てない。こういう感じ。ほとんど僕は使わないですけど、でもこのズームはちょっと動画で使うと面白いのかなと思ってて、昔のなんかこうビデオカメラの感じのこうズーム感が出るので、ね、今ちょっとフル HD の設定にしてるんですけど、これでこう録画ボタンを押すともうこう動画が撮影が始まるって感じ。でちょっと実際、動画今画面上でつなげられたらつなげてみますけど、これが最大かな。まだデジタルズームですごくズームできるね。これはね24倍までいけるんだ。そっか、光学がなるほどね。光学が4倍で、それ以降はあれだね、デジタルズームだね。なるほどね。今初めて。4倍までいくとちょっと4倍からグーって、こんな感じになるか。なるほどね。でね、この辺のね質感もボタンもペラペラなので、これ操作のね音が入るんですよ、動画撮影中に。でこれを押すと止まると。そんな感じです。でここでディスプレイのありなしを切り替えて、よくあるパラメーターとグリッドとみたいな感じで、あとね、このちょっと画素数的な、スペック見ていくと、僕10メガで撮ってるんですけど、10メガの3対4の比率で撮ってます最近はね。で16対9とか、あと3対2も選べます。でもコンデジの特徴って、結構4対3の比率のものが多いんですよ。特に昔のコンデジね、最近 GR とかは写真的な 35mm のいわゆる2対3っていうフォーマットになってるんですけど、昔のコンデジは結構ね3対4のフォーマットが多いんですよね。でこれも、そういう意味で3対4って感じになってますが、ちょっとこう古い。で16メガで、横4600、もうかなり、割と高画素な、設定ができると。でも僕はねそんなに、大体他の SL とかでもライカとかでも、JPEG の M とかで撮るので、もう10メガで全然十分です、スナップに関しては。でこれで大体2メガぐらいの容量になるかな。だから本当にもうストレージも圧迫しないし、最高ですね。いいサイズ感ですね。これは好きなサイズ感。5メガだとちょっと物足りないかなって感じはしますけどね。でコントラストあったりとか、あとは HDR モードがあったりとか、
そういう感じ。ほんとシンプルですよね。まあ、これはエクスポージャーの露出のモードですよね。スポットなのかセンターなのか。で、まあ、全体をこう評価するみたいなモードです。はい、他にモードとしては、まあ、オートとフルオートとプログラムでマニュアル、ムービーでシーン、パノラマ、フェイスビューティフ、ビューティフ、フェイスビューティフル、ビューティフィア、ビューティファル、フェイスビューティフル、ビューティフル、フェイスビューティフルみたいなのがあります。はい。で、これね、やっぱこう、コンデジの特徴でね、こう、シーンモードの中にさらに、細かいモードあるんですよ。なんか、ナイト、ランドスケープ、ペット、スノー、パーティー、スポーツ、ナイトポートレート、チルドレン、ランドスケープ、サンセット、ファイアーワークス、ビーチ、アンティシェイク。なんかこういうのが多いですよね。僕全然使いこなせないっていうか、これ使わないんですけど、ただこれ一回ちょっと全部試してみたいなって気はするんですけど、ね、なんかすごいこのサンプルの写真がなんか、よく撮れてますよね。うん。いいなと思いますね。で、オートモードだと、露出の補正ができないので、まあ僕はまあシンプルに、プログラムモードにして、ここで、ちょっと露出補正を行いながら撮っていくっていう感じにしています。はい。で、やっぱりフラッシュがあるのが、これは、いいですね、本当に。で、大体オートにしといて炊いてくれるので、うん。こんな感じ。まあ、わかんないと思う。ちょっとこれ出しますね。はい。で、日付を入れれたりもするんですよ。で、日付ね、ちょっと一回入れてみようかな。ただね、あまりこれは良くなかったので、僕は採用しなかったです。ただ、なんかこうね、日記的に撮っていきたい人とか、ちょっとあえてね、こう、ダサい感じのね、日付を、ちょっとデジタルの日付を入れてみたい人は、試してみてください。どこだったっけ？これ。デートプリントがあるんで、これデートにすると、こう、ここにね、取った日付が出ます。はい。はい。まあ、メニューも、かなりシンプルな方だと思いますね。うん。ちょっとこうボタンが小さいので押しづらいっていうのはあるんですけど、そんなにもう設定一回決めちゃったら変えないので、うん。そうだ、あと動画モードの一応ちょっと面白いムービーモードのセッティングの中で、まずね、フル HD の1080という画質が最高画質になります。だからまあ、4K は撮れない。これで 4K 撮れたらね、面白いけど 4K は撮れない。で、それからこう 720p も撮れると。で、DVD モードってのがあるんですよ。これ DVD モードってのがもうなんか名前がもうすごい。でも DVD ってあれなのかな、フル HD とちょっともしかしてディスクの方の DVD じゃないのかもしれないね。これちょっと後で調べる必要あるな。うん。HD の関連の企画、もうこれ企画の名前なのかもしれないですね。うん。まあでもね、こう、サイズが 640×480、ものすごく小さいんですよ。で、今の、YouTube とかの画面で鑑賞するには鑑賞に耐え難い、鑑賞し得ないようなサイズ感です。で、このモードでちょっと撮影した前回の旅の動画あるので、こちらもぜひ合わせてね、ご覧いただければと思います。うん、かなり、
曖昧な感じっていうかもう粗い感じに出てきて、それがなんかねこうちょっと味になる感じでもあるんですけど、でもやっぱりHD ぐらいの画質は、保っておきたいな、フル HD ぐらいの画質は保っておきたいなってことで、ちょっと今後はフル HD で、画質も試していきたいと思ってます。そんなとこかな。はい、そんなとこです。で、もうしばらくこの 27mm というね画角で、撮っていきたいと思います。皆様も、なんか最近、チープシックって感じで、気分的にはね、なんかこういう感じのが最近のまた、より戻し的に、自分の中で気分になってきてますね。はい、で皆様の、おすすめのコンデジもあれば教えてください。はい、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。